今回の動画はバッテリー上がりにもう JAF はいらない1分でできるエンジン始動の救世主になります。これさえあればバッテリー上がりに恐怖することもなくなります。バッテリー上がりなど JAF や任意保険のロードサービスに依頼すると数時間待つのはザラですよね。かといって周りの人にお願いするのは気が引けるし、やっとの思いで声をかけてもその人がブースターケーブルを携帯してる確率って低いですよね。過去に嫌な経験をした人も、そもそも接続方法がわからないとかで、あまり携帯している人はいないような気がします。私みたいに2ヶ月に1回くらいしかエンジンをかけない人には、これがないとお出かけができないし、目的地到着後に再始動できないと帰ってこれません。さて、今回の内容です。1、こんな状態のバッテリーでも始動できるよ。2、シュガーソケットから充電。ブチュア BR200 のユニーク機能検証。3、超簡単1分でできるエンジンスタート。になります。3では、私も頑張っている姿が。4、このジャンプスターターの注意点について。1ミリでも良いと思えるところがあれば、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。前回乗った時には、かなりやばい状態だったので、次回はエンジンがかからないだろうと思っていましたが、本当にかかりませんでした。セルも、うんともすんともしないとは、思ってもいませんでした。エンジンがかろうじてかかるくらい、バッテリーが消耗している時は、ジャンプスターターを使います。これにより、始動時の電力消費を節約でき、目的地へ到着するまでに、少し充電ができます。この少しの充電で帰りは、ジャンプスターターを使わなくてもスマートに帰ってくることが可能です。しかし、今回のようにセルが回らないほど、バッテリーが消耗してしまった時は、1から2時間の走行では、1回分の充電分もチャージできなかったため、ジャンプスターターを使用しないとエンジンをかけることができませんでした。かなりバッテリーが弱っている状態なので、セルの回り方が鈍いです。ちなみに充電後はこんな感じにエンジンがかかります。セルの回り始めからエンジンに火が入るまでの時間が短くなっていることがわかりますか？次に、ブチュア BR200 のユニークな機能の検証になります。このモデルには、シガーソケットからバッテリーへ充電できる機能があるそうです。そんなことできるのでしょうか？検証してみます。取扱説明書には、詳しい記載はありません。接続方法は付属品から推測しています。まず、プラグのコードを本体に取り付けます。次に、プラグをソケットに接続です。そして、本体側の電源ボタンをオン。プラグ側に赤いランプが点灯しますが、20秒ほどで消えてしまいます。よくわからないので、15分ほど放置します。本体側の残り電池残量を確認すると減っていません。成功していれば、本体側の電池残量が減っているはずなので失敗です。その後、接触が悪かったのかと思い、いろいろと試しましたが、いずれもランプはすぐに消えてしまい、シガーソケットからの充電は私にはできませんでした。この途中でランプが消えてしまう症状が、後のバッテリー交換時に悲劇をもたらします。この時の私に知る由もありませんが。3、超簡単1分でできるエンジンスタート。この車のバッテリーはリアのトランクの中にあります。フロントのエンジンルームの奥にある車種と違って力を入れやすく交換はしやすいと思います。すでに取り付けからエンジン始動までの時間計測が始まっています。ジャンプスターターを取り出し、ワニ口クリップの赤をプラスに接続。黒のワニ口クリップをマイナス側に接続します。接続が完了すると、ジャンプスターターからピッ、ピッと鳴り始めます。
あとは、運転席に座り、エンジンスタートをするだけです。エンジンがかかったら、電流が逆流を始めるらしく、30秒以内に、ジャンプスターターをバッテリーから取り外します。外すときは黒から赤です。つけたときの逆で外します。このように、ジャンプスターターは、私にとっては必需品です。しかし、中身のバッテリーの容量を考えると、ちょっと大きすぎです。もっとコンパクトにできるような気がします。これでは、バイクでの持ち運びに不便です。バイクでの使用も視野に入れるなら、バッテリー容量を抑えても、コンパクトなものを選んだ方がいいかもしれません。レビューでは、中華製のバッテリー容量は、記載とは違うらしいので、実際の容量は記載の半分程度だと思っていた方がいいかもしれません。それならば、国産メーカーということになるのですが、価格は約3万円に跳ね上がります。中華製なら、5000円から1万円以内で購入可能です。万が一の保険ということなら、中華製以上のコストをかけるのは厳しいのかなと個人的には思います。逆に、すでにバッテリーが弱っている車や、頻繁に車に乗らない人にはおすすめです。弱っているバッテリーも、サルフェーション機能付きの充電器などを使用すれば、延命できる可能性も残っています。昨今のバッテリーの価格を考えると、十分に元が取れるのではないでしょうか。1990年代のトレの AE101 のバッテリーは3000円くらいで購入できたので、いつも予備バッテリーを積んでいた記憶があります。あの頃から、車はほとんど乗らず、1ヶ月も放置すると、エンジンの始動ができなかったので、バッテリーターミナルはいつも外していました。当然のことながら、時計の時刻はいつもずれていました。しかし、当時の車はまだシンプルだったので、走行直後のアイドリングが不安定な症状とかは全くありませんでした。ここで疑問があります。なぜメーカーはバッテリーを外すと学習内容がリセットされてしまう仕様にしてるのでしょうか。個人的には一般ユーザーを整備から遠ざけようとしている意図が感じられます。AI のチャット GPT に尋ねたところ、バッテリーを外すことによってシステムや学習した内容がリセットされることは、車両の機能や安全性を維持するために設計されたシステムの一部であり、一般ユーザーを車の整備から遠ざけるために意図的に設計されたものではありません。とのことです。仮に、今の仕様をデジタル時計に例えると、時刻を修正するのに、毎回電池を抜き取るのと同じです。専門的な知識や設備を持っている人に整備をしてもらうのが前提なら、デジタル時計と同じようにリセットボタンでいいのではないのでしょうか。やはり、意図的と思ってしまうのは私だけでしょうか。皆さんはどう思われますか？話はそれましたが、最後に、このジャンプスターターの注意点についてお話しします。3点あります。まず、動画にもありましたが、シガーソケットからバッテリーへの充電はできない可能性が高いです。成功できた方は、お手数ですがコメントをいただけないでしょうか。次に、電池の残量表示についてです。購入当初は問題なさそうに見えたのですが、次第に使っても減らなかったり、一気に減ったりして、信頼性は低いものになってしまいました。私はいざという時に使えないと元も子もないと考え、常に90%以上を保つようにしています。リチウムイオン電池の充電方法において、最良の方法ではないと思いますが、モバイルバッテリーとして使用しているわけではないので、良しとしています。最後に、車のメモリーバックアップ用に電気を送り続けることはできません。バッテリー交換時にメモリーが消えないように、バックアップ電源としての使用には適していないようです。この機種では、一定の時間が経過すると、電力をセーブまたはカットするため、トランクルームの電気が定期的に消灯し、最後には点灯しなくなります。良いアイデアだと思ったのですが、
うまくいきませんでした。ちょっと悔しかったので、先日、ネット上で利用できる AI のチャット GPT 様に聞いてみたところ、できると言っていました。ということは、発想は良かったのですが、手持ちの機種ではうまくいかないということだと思います。YouTube で検索してみたところ、できてる人がいるようなので、機種に依存するのではと考えています。しかしながら、後日に再度、聞いてみたところ、ジャンプスターターはエンジンを始動するためのものだから、できないよと言われてしまいました。こちらも、成功できた方は、お手数ですがコメントをいただけないでしょうか。このように、ジャンプスターターには、エンジンをかける以外にも、でかいモバイルバッテリーとしての機能だったり、ライトや緊急時には、ガラスを割る機能がついてたりします。緊急時に手元にあることは少ないと思うので、ガラスを割る機能は必要ないかなと思いますけどね。ご視聴ありがとうございます。カペノート、登録お願いします。お願いします。それでは皆さん、素敵な一日をお過ごしください。それではまた。ありがとう。